中古で購入した時についていない部品。これがないと隙間が空いてしまってしっかりと固定できません。クスコドアームバーバージョン2を取り付けることができました。さて今回はですね、クスコさんから販売されているクスコドアームバーバージョン2を取り付けたいと思います。よく Yahoo オークションやメルカリなどで中古で出回っているんですけれども、実はある部品が足りなくて、この商品が適切に取り付けられないなど問題が続出しております。それだったら新品買った方がいいんじゃないかというぐらいの値段で販売されております。では、中古で購入するときに何が足りないのかというのを説明したいと思います。また、こちらのワゴン R MH21S に関しましては、ワインディングをしたりとかしますので、やはりフロントの合成が弱く感じるんですね。しかも、この車両は、後ろのアクスルがですね、アヒル商会の独立アクスルの公認車両でありますので、独立アクスルを入れることによって、後ろのボディ合成が非常に高くなったんですね。それなので、フロントの合成がさらに弱くなったように感じましたので、それで今回、クスコのロアームバーバージョン2を入れて、フロントの合成感を高めようという感じでございます。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでも別所。今回こちらの商品を入れるにあたって、フロント周りの合成感のアップすることにより、コーナリングでの安定性、旋回時のクイックさ、そして高速道路の継ぎ目など、そういうところで効果を発揮してくれると思いますので、今回どのように取り付けて、そしてどのような部品が中古で出回っているので足りないのかというのをご紹介したいと思います。こちらなんで新品で購入したかと言いますと、中古でですね、だいたい Yahoo オークションなどで1万2000円とか1万3000円とか、送料を含めると結局1万5000円ぐらいかかってしまうんですね。それなんですが、こちら送料を含めてだいたい1万6、7000円で買えるような金額となっております。それで結局、中古品でそれぐらいの金額で購入しても、結局バーの方で傷だらけになっていたり、先ほど言った通り、ある部品が足りなくて、しっかりとした取り付けができないなど、そのような状態になりますので、それであるならば、新品で買った方がいいだろうということで購入しました。底辺 YouTuber なので、クスコさんからの企業案件ではございません。さあ、そして開封してみますと、鮮やかなクスコブルーが塗られています。そして、今回中古で購入した時についていない部品なんですけれども、こちら1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所ということで、車体側に5箇所のポイントで固定するようになっています。そして足りない欠品というのはこの部分です。こちらメンバー部分に取り付ける部分なんですけれども、純正のボルトを外して取り付けるとなると、高さがちょっと足りないんですね。それなので、この部品の中にですね、このようにカラーが入っています。よくヤフオクとかメルカリで中古で販売しているようなところというのは、解体屋さんとかが、ここまでは社外パーツだっていうのはわかるんですよ。それなんですけども、まさか、このカラーまでも社外パーツとは思わないんですよね。それで結局、取り外しの時に、純正のものだと思って戻しちゃったりとか、そのまま捨てちゃったりとかしてしまうんですけども、実はこのカラーは、このクスコのロアームバーに付属されているカラーなんです。それなので、これがないと隙間が空いてしまってしっかりと固定できません。左右の4点では取り付けはできるんですけども、直接メンバーへのダイレクトな固定というのができません。ただ、M6 ボルトなので、大した固定力がないのかもしれないんですけども、せっかくつけるんだったら、このカラー一つでね、ちゃんとボディにも接続したいなと思って、私は購入しました。なので、中古でこのクスコロアームバーを購入する場合は、必ず、ボルト付きとかはよくあるんですけども、このカラーが付いている商品は、ほんとごく稀にしかありませんので、必ずですね、少しでもコストを浮かしてこのクスコロアームバーバージョン2を購入する方は、このカラーが付いているかを確認してください。それではですね、こちらは新品なので、もちろん足りない部品はございませんので、これから取り付けてみたいと思います。
さあ、これでジャックキャップをできましたので、このまま交換するんですけれども、力に自信がない方は、ホイールも外した方がいいかもしれません。なぜならその理由は、ロアームの部分のボルトを1本外すので、その時にタイヤがついていると、タイヤの重みでロアームの位置がちょっとずれてしまうんですね。それでボルトを通す時に結構持ち上げなければいけないので、力に自信がない方は、ホイールも外した方が、作業の方が容易です。そして、おかわり、伏せ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 、かご。はい、だい。さあ、それではこれから取り外すんですけども、取り外す部分は、こちらの純正の強板、いわゆるテンションバーなんですかね。左右にあります。この2本のボルトを2箇所外します。そして、このバーを外すと、こちらにロアームのボルトがあります。このロアームのボルトと、ここの部分を固定して、こっちにつなげて、さらにこっちにつなげて、反対側につなげていく。そして先ほど言った、こちらの真ん中のラジエーターのブラケットですね。ここの部分に1本のボルトを使って、カラーを挟んで止めると。それで合計5点ですね。3、4、5と。いうことで、この5点でロアームバーを取り付けるというような感じになりますので、これをですね、実際に外していきたいと思います。テンションバーは 14mm で外します。そして次は、ここにボルトを刺して、ナットをつけます。さあ、これでロアームボルト以外の仮止めが完了しました。これで残りの5点を本締めていきたいと思います。どうせだったら対角線上にやっていってもいいかもしれません。最初に真ん中を本締めでいいかもしれませんね。1点、2点、3点、4点、5点でやっていきたいと思います。真ん中は 12mm です。この他は 14mm になります。これでクスコロアームバーバージョン2を取り付けることができました。一応ですね、やはり新品なので綺麗ですね。私が新品の部品を買うのは珍しいことなんですけれども、たまたま、なんとか、こちらは17,000円ぐらいなので、なんとか奮発して購入することができました。これで、ボディと直接連結してる部分のバーが非常に多くなって、合成感も、1本あたりの合成も、純正のこちらのタイプものと比べると、だいぶ強度は増してんじゃないかなと思いますので、合成はかなり上がったんじゃないかなと思います。それで、コーナリングとかね、高速道路の継ぎ目とか、かなり安定した走行ができるのではないかと思います。ただし、こちら、メリットだけではなくて、実はデメリットも生じます。こちら、メカニカルをね、お店で頼む方なんかは全然問題ないんですけども、ご自身で車を触る人なんかっていうのは、こちらのワゴン R MH21S や MH22S で自分でメンテナンスする方っていうのは結構多いと思います。その中で、フロント周りの足回り関連を外すときに、このロアームバーがついてると、結構な時間のロスになります。一応ですね、このオイルフィルターとか、フロントパイプとか、ATF とか、一応逃げはあるんですけれども、何気にこのバーがついているだけで、作業時間、なんだかんだ外してつけるのを考えると延長することを覚悟の上、取り付けた方がいいと思います。私はどうしても少しでも速く走りたいので、ちょっとメンテ性が落ちることは覚悟の上で今回は取り付けました。それ以上に費用対効果があると信じて今回付けました。ビジュアル的にもね、下を覗いた時なんかにさらっとこちらのバーなんかが付いていると、この車やっているなという認識が
持たれたりとかしますので、こういう風にドレスアップ面でもつけてもいいのかなと思います。またこの商品がね、新品で欲しいなと気になった方は、この動画の概要欄の方を見ていただきますと、リンクバナー、要はそのまま購入先元へスキップできますので、そちらからですね、ぜひ購入していただければと思います。ということで、こちらの部品でね、また私の車も少しは早く曲がれるようになったんじゃないかなと思います。もう一緒に走る人はいませんが、一人でもね、いつもの峠を少しでも早く走りに行きたいと思います。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画がいいねと思ったら、高評価やコメント、またはハイプ、そして他の動画が気になる方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい。じゃあ皆さんまたお会いしましょう。さよなら。夜の峠を駆け抜けるワゴンなるカスタム入ってる新鮮な音が開き渡るライバルたちを刻みにビート感高なカンカン心臓が高ってるこの瞬間アクセル踏み込む速さ壁を切ってしまうこの道ダイナミックなビートに乗せて輝かんが体を包むチェンリーの光が見えるこの瞬間を感じて急上昇する新鮮な音なぎとするビートが心を打つ峠の茶へと泣く夜の闇を切り裂いてチェンリーを掴むその時までこの走りを止めないでライバルたちの背中を追い越し自分を信じて突き進め夜空に星が遠くエンジンの音が弾く街仲間たちが応援してる一緒に夢を追いかけようスピード感が溢れる心の中の